メタン、見てほしいのだ。僕の貯金、3200円も偽アマゾンに取られたのだ。日本で一番危険な犯罪に巻き込まれたのだ。もう外に出られないのだ。怖いのだ。現実を見なさい。あなたが3200円で泣いている同じ夜の話を、ネバダ州のある家庭で跳ね、7000万円が一晩で消えていたのよ。7000万円？嘘でしょ。桁が違いすぎるのだ。米国西部の高齢夫婦よ。固定電話に孫を装う声が流れてきたの。続けて内国歳入庁を装う電話。滞納税ですと脅されて全口座を空にされたわ。一晩で老後資金が消えるのだ。信じられないのだ。ありえないのだ。銀行口座、年金口座、不動産担保、すべて一晩で巻き上げられたわ。告発系ドキュメンタリーで繰り返し報じられた類の話よ。特別な事件じゃないの。米連邦取引委員会の発表で跳ね、年間780億ドル。これが米国の詐欺被害規模。780億ドル？それは小国の予算なのだ。そう。詐欺が産業として完全に回っている国。それが今の米国の姿よ。僕の3200円事件、急に小さく見えてきたのだ。震えるのだ。そう。まずはこの780億ドルの地獄をしっかり見つめなさい。数字で比較しましょう。米国は年間780億ドル、日本円で約11兆円規模。対する日本の特殊詐欺被害額は、警察庁公表で年間数百億円規模なの。桁が2つも違うのだ。僕ら100分の1以下なのだ。そう。これは局地的な事件じゃない。米国の詐欺は構造そのものよ。1件あたりの平均被害額もね、米国の高齢者層では数百万円規模に達するの。平均が数百万円。僕の3200円なんて霞んで見えるのだ。被害者の3人に1人が65歳以上の高齢者という統計もあるわ。お年寄りばっかり狙われてるのだ。卑怯すぎるのだ。米国の詐欺はね、ジャンルが産業分類レベルで細分化されているわ。内国歳入庁を装う詐欺、技術サポート詐欺、ロマンス詐欺など複数あるわ。投資詐欺、政府給付金詐欺、はっきり5つに分かれて流通しているの。メニュー表があるのだ。日本のオレオレしか知らないのに。連邦捜査局の年次報告でも、詐欺通報件数は過去最多を更新中よ。過去最多、まだ増えてるのだ。歯止めがかからないのだ。もはや米国は詐欺師が食える国、日本は詐欺師が食えない国なの。食える、食えないって、犯罪が産業の言葉で語られているのだ。警察庁の統計によれば、日本の特殊詐欺は手口が3種類程度なの。場面を変えるわよ。海外詐欺コールセンター街の現場へ。南アジアのとある IT 都市、ビルゼンブが詐欺工場と化しているの。ビルゼンブが？嘘でしょ。街ぐるみで犯罪してるのだ。そうよ。若者にとって最も儲かる就職先。それが詐欺コールセンターなの。俺の月収派、この街の銀行員より高い。家族派皆、誇りに思えているのだ。新派俺を IT 企業勤務だと信じている。本当の仕事励げない。銀行員より稼げるのだ。それは正規の仕事より上なのだ。壁にはスクリプトが貼られ、英語アクセント矯正クラスまで存在するわ。教育された詐欺、これがもう国際産業として完成しているのよ。学校でやってるのだ。犯罪の専門学校、聞いたことないのだ。俺たち派、ターゲット汚染部、英語を話す高齢者、これが最高単価なのだ。ビード派売買される。一見数百ドルで取引される商品なのだ。個人情報が商品として国境を越えて流通しているのよ。ターゲットリストはダークウェブで、闇市場で取引されているのよ。情報が商品なのだ。僕の個人情報も売られてるのだ。西アフリカのある経済特区でも同様のコールセンター街が形成中よ。僕が取られた3200円、こいつらに比べたら個人商店なのだ。そう、これはもう犯罪じゃない。輸出産業よ。国境を越えて拡散する。詐欺がグローバル化しているの。詐欺のグローバル化？聞いたことないのだ。怖いのだ。俺たちが食べるため、家族を養えるため、先だ仕事なのだ。経済構造が人を犯罪に押し出す。これが米国を含む世界の現実。押し出される。ってことは、彼らも被害者なのだ。構造の被害者であり、加害者でもある。それが二重構造なの。米国の公共放送でも何度も特集番組が組まれている事実よ。世界中でニュースになってるのだ。日本だけ知らないのだ。そして元職員の涙の告発も国際ドキュメンタリーで広く報じられているわ。涙の告発。犯罪者が泣くのだ。被害者はもっと泣いてるのだ。これが米国を含む英語圏の詐欺産業。年間780億ドル産業の正体よ。780億ドル産業。僕の3200円。本当に小さいのだ。あれ？画面が急に明るくなったのだ。空気が変わったのだ。ようこそ、世界で最も安全な聖域へ。トップ、ストーリー、Amazon を装う偽サイトに注意。これが日本の全国ニュースの一面記事なのか？冗談だろう？戦争でも宇宙人でもない3200円の詐欺が
トップ記事。僕の3200円事件、世界デビューしてしまったのだ。日本のニュースは平和すぎて世界の目には冗談に映るのよ。我が国では3200万円の被害でも司法紙の片隅にしか載らない。ここから先はね、日本の異次元の聖域ぶりを見せてあげるわ。異次元の聖域、なんだか嫌な予感がするのだ。心がざわつくのだ。日本のコンビニ店員はね、不思議なマニュアルを持っているの。 ATM で高額振り込みしようとした高齢者には必ず聞くのよ。お孫さんのお名前は？これが詐欺判定の質問なの。コンビニ店員が私立探偵みたいなのだ。怖いのだ。答えに詰まれば即通報、警察が駆けつける仕組みになっているわ。お孫さんの名前で詐欺判定、そんな国どこにもないのだ。銀行窓口も同じよ。一定額以上の振り込みで警察に直接連絡が入るの。振り込め詐欺の可能性があります。その一言で取引停止。銀行が振り込みを止めてくれるのだ。おせっかいすぎるのだ。おせっかいじゃないわ。これが日本の多層防御網の正体なのよ。日本の銀行員が刑事みたいなのだ。そんな国どこにもないのだ。自治体はね、高齢者宅に自動通話録音機を無償配布しているわ。着信時にこの通話は録音されます。詐欺師は即切断するの。行政が機械を配ってるのだ。それは過保護すぎるのだ。過保護じゃない。これが文化的バグの表れなの。警察官が ATM 前で待機する水際作戦まで存在する国よ。3200円の被害をね、国家インフラ総出で防ぎに行くのが日本なの。米国だったら3200円なんてレシートにもならないのだ。我が国にこの仕組みがあればコールセンター街破境で全部潰せれる。日本は詐欺師にとって最も下内国なのだともまし。平和じゃないのよ。これは過剰な聖域と呼ぶべきものなの。過剰な聖域？日本よかったって素直に思ってたのだ。それが落とし穴なのよ。聖域は永遠じゃないわ。聖域が消えるのだ。怖いこと言わないでほしいのだ。コンビニ、銀行、警察、自治体、4つの守りが今は機能している。でもね、その全てが効率化の名の下に縮小されつつあるの。守りが消えていくのだ。じゃあ僕らどうなるのだ。それを今から見せてあげる。考察パートに入りましょう。お前たちの国は詐欺師が食えない国なんだ。我が国ではこれは国家産業なのになぜ日本だけが違えるのだ。答えるは3つの偶然が重なった文化的バグよ。1つ目、現金信仰と対面文化がまだ強く残っていること。2つ目、金融機関の窓口対応コストを社会全体が許容していること。3つ目、高齢者を地域で囲い込むコミュニティ構造が残っていること。この3つが偶然重なって日本だけが聖域を維持できているの。偶然？じゃあ偶然が崩れたら聖域も終わるのだ。そう、効率化、キャッシュレス化、無人化が進めばこの3つの守りはね、一つずつ確実に崩れていくわ。経済産業省も金融庁もすでに警鐘を鳴らしているわよ。それは僕らの聖域が消えていくってことなのだ。10年後、20年後の日本は米国型の詐欺戦場になりうる。10年後、僕のひ孫世代が米国型詐欺の餌食になるのだ。あなたが今日泣いた3200円が10年後の3200万円かもしれない。3200万円？僕の貯金全部消えるのだ。絶望なのだ。視聴者の皆さんにも問いたいわ。あなたの財布はまだ聖域の中？聖域の中と思ってたけど、もう外に出されてるかもしれないのだ。安心しているうちに聖域は静かに崩れていくのよ。聖域は永遠じゃないのだ。僕の3200円が予兆なのだ。次回はね、年間1200万人が被害に遭うとされる国の話を、その国でね、日本人観光客だけが無傷で帰ってくる謎を解剖するわ。また日本が異常な国扱いされるのだ。でも見るのだ。絶対見るのだ。ぞっこん日本、チャンネル登録と通知ベルで次の異次元へ私たちと一緒に飛びましょう。次の異次元、僕は怖いけどメタンと行くのだ。